今日解説するのはこの漢字たちだ。今までに見たことのない漢字たちね。ユニコードもあり、パソコンやスマホでも表示できるこの漢字は、なんと聖火文字を漢字化したものだと言われているぜ。今回はこの漢字がどういうものかを解説しよう。よろしくお願いします。では、レッツゴー。さっさと漢字解説。では解説しよう。まず、聖火文字ってなんだっけという人のために説明すると、聖火文字というのは11から16世紀頃に聖火という国で使われた、聖火語という言語を書くための漢字に倣って新たに作られた文字のことだ。文字数で言うと6000文字以上があり、漢字に倣って作られた、といった通り、漢字と同様、羽や払いなどがあったり、部首の考え方があったりするな。ただ、画数を見ると、最小画数は4画、そして聖火文字の大部分は8画から15画で構成されて、画数の少ない聖火文字はかなり少ない。だから、パッと見た時にはなんかわかりにく、という印象を受ける人も多いと思うぜ。とまあ、そんな感じの影響を受けながらも独自に発展していった聖火文字だが、そんな聖火文字が漢字化されたと考えられている例、より具体的には聖火文字が誤って漢字風に写されたと考えられている例がある。その漢字がさっきも紹介した、この4文字だな。そうよね、なんか漢字と言われれば漢字だけど、ちょっと異質ね。どこで見れるのかというと、1149年に編纂された戦史で見ることができる。そこにはこのように書かれているな。おお、4つの文字が円の中に、四角の上下左右に書かれているわね。和道開珍みたいな並びというか。鋭いな。実は戦史というのは戦火研究所なんだ。戦火の研究所なわけだから、他にもたくさんの戦火について書かれている。この戦火に関してはその説明の文章を一部抜粋すると、このように書かれている。なんて書かれてあるの？大体、右は凡字線、である。私が調べたところ、この線は直径8符、重さ3種6 3である。銅の色は純粋な赤色で、明文は判読できない。ということが書かれているな。凡字線、というのはここではおそらく、読めない貨幣とか、それに似た意味合いだろうか。そして、直径8部というのは今で言うと約 25mm ぐらいだな。日本の10円玉が 23.5mm なので大きさとしてはそれぐらいだ。一方、3種63というのは今で言うと約 6g ぐらいだな。今の日本の500円玉が 7g なので、それより 1g 軽いぐらいだ。そして、大事なのは明文は判読できない、ということだ。この時点では、これが何なのか全くわかっていなかったのね。そうだ。この時点では何が書かれているのか明らかになっていなかったわけで、聖火文字なのかどうなのかもわかっていなかったというところだろう。という、この時には謎が多き字なわけだが、補足として、この字というのは後期辞典にも取り上げられているな。じゃあ、この4つの漢字たちはどういう聖火文字が漢字化されたって言われているの？そうだな、一字一字確認していこう。この文字に関しては、この聖火文字に関係していると言われている。これは、主に大、を意味する聖火文字だな。聖火文字に関して言うと、大蛇、や大小、という意味の言葉で使われているんだぜ。二つ目のこの漢字は、この案、を意味する聖火文字に関係していると言われる字だな。聖火文字に関しては、例えば、不安、や安定、という意味の言葉で使われていたりするな。三つ目のこの漢字は、この宝、を意味する聖火文字に関係していると言われる字だ。これも聖火文字に関しては、宝石、や宝物、という意味の言葉で使われていて、最後のこの漢字は、この線、を意味する聖火文字に関係していると言われる字だ。聖火文字に関しては、河川、や金銭、という意味の言葉で使われているんだよな。まあ、それぞれこの聖火文字が、このような漢字として書かれた、というわけだな。ほうほう、なるほどね。じゃあ、この漢字はもともとこの聖火文字だった、ということよね。この聖火文字ってどのようにして対応してるって決まったの？それはさっきの戦火が関係しているな。実は、聖火文字というのはこういった文章で書かれているものの他に、戦火があるんだよな。おお、聖火文字が書かれているわ。これは大安宝線、といって、聖火文字が使われた聖火王国の貨幣だな。時計回りに読むことで大安宝線、だ。ここで大安、は聖火の時代に使われていた年号の一つのことで、その貨幣ということだ。これが対応しており、この貨幣を参考に誤って漢字風に写された結果が、これ、というわけだ。どうしたレイム？聖火文字が誤って漢字風に写された、ということは、この聖火文字を実際に見て、誤って漢字風に書き直されたということよね。この、4つの漢字って、本当にこの4つの聖火文字を見て書かれたの？字の形を見ると、結構かけ離れているように思うんだけど。確かに、そこは疑問に思った人もいるかもしれないな。ここに関しては私も気になって調べたぜ。
なかなか、見当たりにくかったが、私が調べた中で言うと、聖火文字を知らない人が漢字として写したことが言われていたな。聖火文字を知らず、漢字だと思って自分たちの知識に基づき、その文字を再現した。再現しようとした結果がこうなった、という感じだろうな。あとは、さっき戦火は直径約25ミリといった通り、めっちゃ小さいことも関係しているだろうし、元の戦火が部分的に潰れたり、線が歪んだり、ということもあり得る。同じ文字が書かれた戦火だったとしても、どういう状態かで変わってくる。こういったことによって、結果的にそうなったんじゃないかなと個人的には思っているぜ。なるほどなるほど。今回はいかがだっただろうか。漢字を習って新しく作られた聖火文字というのは、後に聖火文字だと知らなかった人が漢字化した、という流れがあったということを、知ってもらえれば今日は OK だ。面白いと思った人は、チャンネル登録、高評価をしてくれると、嬉しくなってつい踊っちゃうわ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。